RB。まあ乗ってる感があるよね、やっぱり RB ってね。500馬力あれば十分だよ。まあストリートですからね。そう本当。でも90年代からずっとマインズの車乗ってるけど壊れたことないね。BS のテストなんかもう大変ですよ。100ラップ走りますからね、つくば。あ、そ毎回100ラップぐらい走る。う。はあ。それだって何年続けたろう。大変でしたよ、そのあれを維持するのが。まあおかげで71R にしても 71RS にしても、まあいいタイヤできましたよね。ね、本当だよね。まあでもマインズの車は堅実だよね。安心感がある。乗りにくいところがないんだよ。まあ土屋さんに鍛えられて生きてきましたから。いやいやいや。今でも思い出す長野の。だって僕土屋さんち止めてもらったことだったんですよ。いい車だね、32は。コンパクトだしね、やっぱりちょうど大きさがいいですよね。そう、この大きさはいいよ。乗りやすい車だね。だけどまあ昔から貫いてんだけど、あんまりでかいターボをつけたとなんていうのかな、下がなくなるんですよ。そうだからそんなに上バーンって伸ばすよりも、ヒュッヒュッとこう、上がりをこう速くした方が。そうだね。普段乗りやすい、こういう方が。マインズは3334はどうなの？来てますよ。まあうちはもう34が結構メインみたいなところがあって、軽いから速いんですよ。速い。軽いわ。これはいいよ。ターボも小さいんです結構、今こういう、まあ昔からそうですけど、そんなでかいターボを使わないんですよ、シングルターボとかね。そうだね。乗りにくくなるじゃん。そうですよね。ほんと乗りにくくなる。下がなくて上だけみたいな。危なくて乗れない。あれはビビりましたよ、群彩は。あれはでも本当に土屋さんのおかげだけどさ。いやすげえ。だってあそこはやばいよ。雪が降ってきた時にはもうビビった、だってあの谷口が、いや土屋さんが辞めるって言ったら俺は辞めたいんだけど、土屋さん多分この走っちまうだろうねって俺からは辞めようって言えねえですよってでも本当にこの大きさはいいよ。33はねちょっとでかい、大きいけど。33はグロリアクーペだよ。そうですね。
沖さんと一緒にレースやってる時に、まあ33でかくなるからダメなんじゃねえのなんて話で、でもねやっぱり33結構速くて、千葉プリと一緒に、ああ売れなかったね33は。そうですね、少ないですよ。やっぱ3に乗ってる人間からしたら何このでかさっていうのはあったよね。やっぱこうマインズのはレベル高い、その完成度の高い車だね。500馬力ショットなんだけど、もう普段からもうなんか下から上まで使いやすいトルクとパワーを持ってて、やっぱりこうマインズのいいところって完成度の高さで、やっぱり俺もこう何十年も GTR 乗ってきてるけど絶対壊れないのがマインズのチューニング。そこがやっぱり信頼性が高いよね。そういう意味でやっぱり海外からマインズを認められたんじゃないかな。